どうもよろしくお願いします。高倉和也です。今回はゴジラ映画ここを見てということで、ゴジラ映画の見どころを語る動画でございます。よろしくお願いします。というわけで、今回のテーマはこちらでございます。ヘドラとトール、禁断の恋ということでですね、急に何を言い出しているんだというふうにね、感じるかもしれませんけれども、ゴジラ対ヘドラの見どころをお話しする動画でございます。そもそもね、トールって誰よっていう話なんですけど、これはですね、矢野トールと言いまして、ゴジラ対ヘドラに登場します海洋学者ですね。主人公の男の子のお父さん。で、ヘドラを倒すためのですね、電極板を使うという、そういう作戦を考案した博士ですね。物語における博士ポジションみたいなキャラクターなんですけれども、この矢野トールとですね、ヘドラ、両者に注目して見ていくと、ゴジラ対ヘドラっていうのは、異種族恋愛映画として見ることができるのではないかというお話を今日はしていきたいと思います。ゴジラ対ヘドラね、公害問題を題材にした社会派の作品であるとか、あるいは斬新な映像表現を用いたカルト的な人気のある映画として紹介されることも多いかと思うんですけれども、今回ちょっと新しい見方をご提案できればというふうに思っておりますので、最後までよろしくお願いいたします。というわけで、早速本題に入っていくんですけれども、まずはですね、このゴジラ対ヘドラを恋愛映画として見るために必要になる、前提として必要になる物語というのがございます。それがこちらですね。人魚姫のお話でございます。昔話ですんで、ご存知の方もたくさんいらっしゃるかと思いますけれども、ざっとあらすじだけ紹介します。人魚姫というのは、海に住む人魚がですね、陸に住む王子様に恋をしてしまうわけですね。そして、どうしても王子様に会いたいものだから、ね、自分の人魚としての体を捨ててまで、人間としてね、足を生やしてまで、自分の体を変えてまで海を出て会いに行くんですけれども、その思いは届かず泡になって消えてしまうと。そういう、悲しいね、恋のお話なんですけれども、この人魚姫のお話になぞらえてゴジラ対ヘドラを見ていくことで、この映画ってこんなに悲しい恋の要素があったんだ、恋愛映画だったんだっていうのが、よりわかりやすく浮き彫りになると思うんですね。なぞらえてってどういう風に見ていけばいいのかっていうところなんですけども、要するにですね、ヘドラっていうのは人魚姫なんですよね。そうなんですよ。ヘドラって人魚姫なんですよ。ね、どうですか？だんだん人魚に見えてくるでしょ？言われてみれば、みたいなね。要するにそのゴジラ映画という、あるいは怪獣映画という枠の中で、ね、人魚姫のお話のプロットを入れ込んで作られてんじゃないのかって思えるほどに、類似点であるとか共通点というのが結構たくさんある映画なんですね。具体的にね、人魚姫と、ヘドラ、ね、どういったところに共通点があるのかというのをですね、これからお話ししていこうと思いますので、あくまでもヘドラは人魚なんだっていう風にね、頭を切り替えて思い込んでいただいて、ね、左のヘドラの画像が人魚に見えてくるまで、ね、一旦動画を止めていただいて、ね、それぐらい集中力を高めた上でね、聞いていただければなと思うんですけれども。一応物語のね、その時系列に沿ってお話をしていきます。まず最初ですね、海でヘドラとね、この矢野トールが遭遇する場面なんですけれども、これはもうね、そのまま海で出会うですね、人魚と王子、この最初の出会いのシーンをそのまま映画の中に持ってきているというふうにね、言えるかと思うんです。もうそのままですよね。人魚姫の中においては、海に落ちてしまった王子様を人魚が助けるんですよ。ゴジラ対ヘドラにおいては、海に入ってきた矢野をヘドラが助け、出会うんですよね、そこで。助けてはいないけど、出会ってるわけですね。で、なんでそういう風に思うのかっていうと、この海で最初にヘドラと遭遇するシーンっていうのは、少しね、怪獣映画の冒頭シーンとして見ると、ちょっと引っかかるところがあるんですね。それが何かっていうと、ヘドラと矢野が遭遇して、襲われる瞬間っていうのはですね、映らないんですよ。ヘドラがね、その矢野、トールのところに向かってくるところまでは映像で書かれてるんですけども、その後、襲われてね、うわーみたいに、リアクションを取るような場面っていうのは映らないんですね。なんでここ映さないのかなと。これって、前提としてその恋愛映画だっていうところで、頭を切り替えて見てみると、男と女がね、他に誰もいない場所で出会った時にすることって言ったら、ねそういうことですよね。ちょっと見てるね、そのゴジラ対ヘドラっていうのはやっぱり子供向けとして作られた映画ですから、
ぱりちょっとお子様には、ね、見せられないけど、まあそういうことかなって。まあ実際その、海からね、帰ってきた、矢野徹はですね、顔にヘドラによる攻撃を受けて、薬品火傷みたいなね、結構大怪我を負ってしまっている場面があるんですけど、まあ顔にね、そういうヘドラによる攻撃を受けた跡があるっていうことは、ヘドラと触れ合ってるってことなんですよね。触らなきゃあのようなね、傷跡というか怪我を負わないわけですから。触ってるやってるってことはそういうことなのかなってね。うん。皆までは言えませんけど、そういうことしてたのかなっていうね。冒頭から結構ね、がっつりはっきり描写してるんですよ。こいつらできてるぜっていうのを。うん。っていうふうにね、考えることもできるかなというふうに思います。まあ、こんな感じでね、その次の場面も見ていこうかと思うんですけれども。まあ、この後ヘドラはですね、紆余曲折あって上陸してきます。上陸隊というか、その足が生えた形になって、陸地に上がってくるわけですけども、この場面っていうのはですね、もうそのまま王子様に会うために姿を変えて陸に上がってくる人魚姫の物語。またしてもそのままですよね。うん。またしてもですよ。ね、全く一緒です。はい。まあ、人魚の場合は、自分の体の下半身の魚の部分を人の足に変えて陸地に上がってくるんですけど、ヘドラの場合も同じくですね、もともとオタマジャクシみたいな体で足がなかったんですけれども、そこから足を生やして、ね、人間と同じように足を生やして陸に上がってくる。変化の仕方まで全く同じ。要するにね、その方向で考えてみると、人魚の場合は王子に会うためでしたけれども、ヘドラの場合はですね、矢野に会うために陸上に上がってきてるんですよ。だから、陸地に上がってきたヘドラっていうのは、矢野の姿を探してるんですね。どこにいるの矢野さんと。ね。まさに乙女なヘドラの部分が見えてるわけですよ。うん。なんかよくあるでしょ、ドラマとかで。約束はしないけど、もしかしたらこの道を歩いていたら彼にまた会えるかもしれないみたいな。うん。そんな淡い気持ちを持って、ヘドラはね、陸地に上がって矢野を探してるわけです。うん。そういうね、もう胸がキュンとするシーンなんですよ。あそこは、実は。うん。それくらいのね、甘酸っぱい描写だということがね、人魚姫になぞらえて考えてみるとわかるかなと思いますね。なんやかんや、ね、まあ、ヘドラちゃんもドジっ子ですから、ついうっかりね、彼に会いたい気持ちばっかりが先走って、自分の体が猛毒だっていうことに気づかない。ね、うっかりその辺にいる人を、まあ、骨抜きっていうか骨だけにしちゃって、大変な事態を巻き起こしてしまったのでね、倒さなきゃいけなくなっちゃうわけですよね。またこのヘドラを倒す作戦を考案したのが、矢野っていうのがね、悲しいところですよ。ヘドラからしてみれば、自分がすごく好きに思っている男性からそういう命を脅かすようなことをされてしまうという非常に辛い状況なわけですよね。それが現れているのが、まあ、最後のシーン。この乾燥し消えてしまうというシーンですね。まあ、このヘドラを乾燥させれば倒せるという作戦を考案したのは矢野徹ですから、まさにもう好きな人に命を絶たれるという描写なわけですけれども、このシーンというのはですね、人魚姫の話になぞらえて考えると、人魚は自分の思いが届かずに泡となって消えてしまっているシーン、これを象徴するというか、非常に近い共通点のある場面だと思います。で、その思ってる男性からそういう攻撃をされたっていうことだけでもね、自分の気持ちを諦めざるを得ないっていう心境にはなるかと思いますけれども、それ以外にもですね、この最後のヘドラを倒すシーンっていうのは、ヘドラの恋心を折ってしまうような、非常に辛い描写というのがあるんですね。それがね、こちらです。このシーン、矢野徹はですね、奥さんと一緒にヘドラのその最後の様子を見てるんですね。つまり、ヘドラの側からも、自分の思った男性にはもう決まった人がいるんだ、奥さんがいるんだっていうことをまだまだと見せつけられてしまっているシーンなわけですよ。やっぱりそれがあったからこそ、一つ踏ん切りがつくというか、もう諦めなきゃいけないんだ。さようなら矢野さんっていう、そういう、まあ、純真だね。純真な乙女心ですよ、もう、彼と添い遂げられないんなら、もういなくなってもいいっていう、そこで一つね、心が折れてしまって、結果最後まで乾燥し消えて、亡くなってしまうというね、そういう最後を迎えてしまったのかな、というふうに思います。まあ、このようにですね、人魚姫のお話として考えると、ゴジラ対ヘドラのストーリーラインっていうのは、かなりね、人魚姫の話に近い、非常に悲しい恋のお話として読み取ることができる映画かなというふうに思いますね。で、まあ、このね、見方というか、この考え方を補強する情報としてですね、矢野徹の周囲の人物の行動というか、反応というか、そういったものもですね、ちょっとこのヘドラと徹の関係性というのをですね、
匂わせるというか、そういう描写があるので、そこもご紹介したいと思います。まずですね、矢野の奥さんなんですけれども、まあ先ほどもね、出てきたように最後の場面では、奥さんが同時に出てくることで、ヘドラに対する気持ちを折るという役割を果たしているわけですが、結構ね、この奥さん、もしかしてヘドラがうちの旦那に気持ちを持っていること気づいてるんじゃないのかっていう描写が結構あるんですよね。例えば、この怪我をした写真をね、撮らせない場面。まあ最初申し上げたように、海の中から帰ってきた矢野徹はですね、まあ顔に思いっきりヘドラによる攻撃で怪我をしてしまっています。で、そこに新聞記者が取材に来るんですけれど、で、その写真を撮ろうとするんですね。怪我をしている顔の様子を。奥さんはね、その写真を撮られるのを一旦止めるんですよ。なぜここまで止めるのか。ね、まあ単純にそのね、怪我をしてひどい様子になっているところを写真に収められたくないっていうところもあるかもしれませんけども、このさっき言ったようにね、そのヘドラと矢野徹がですね、海の中で何してたんっていうところを考えると、この顔についてる傷っていうのは、怪我というのは、まあ、ヘドラに触れられたからそういう状態になってるわけで、つまりあれってヘドラのキスマークなんですよね。思いっきりブルッと言ってるわけですよ。もう、でかすぎるんですけどね。普通は首筋とかにつくんだけど、顔半分思いっきりキスマークバチンってついてるわけですよ。そんなのはね、奥さん撮らせたくないでしょ。よその女にキスマークつけられてる旦那の写真を新聞記者に撮られるなんてありえないわけですよ。そういうところをね、表した奥さんの行動かなというふうにね、捉えることもできるかなと。で、劇中でもね、結構その、矢野の奥さんはヘドラに対して怒りの感情っていうのを持ってるんですね。これがね、恐怖じゃないんですよ。うん。もっとこう、ヘドラっていうとあんなに恐ろしい怪獣相手であれば、もっとこう、恐怖におののくとか、泣き叫ぶくらいあってもいいかもしれないんですけど、どちらかというとそれは怒りなんですよね。学校の上空にヘドラが現れて生徒が倒れてしまったシーンの後なんかでも、これじゃ教育になりませんわなんていう風に、怒った様子を見せてる。怖かったわじゃないんですよ。その矢野徹がですね、布団の中に眠っているにもかかわらず、テレビをつけてヘドラの情報をね、見ている。まあ、テレビで報道されるヘドラに関連するニュースを見ているところにですね、奥さんがやってきてテレビを消してしまうわけですね。旦那がその、よその女であるヘドラに関することを見ているのは許せないっていう、これってやっぱり嫉妬の感情だと思うんですよね。そういうところがヘドラに対する恐怖ではなくて怒りとして劇中では表現されているっていうふうに考えることもできるかなと。で、もう一人、矢野徹の家族といえばですね、息子ですよね。ケン君って言うんですけど、この息子に関してもですね、まあ最初冒頭のシーン、海の中でヘドラと徹が無風なことをしているね、お楽しみ中じゃないかって僕が思ってるシーンのところでですね、まあ、お父さんなかなか戻ってこないんで、海に向かって、父親を呼ぶんですね。パパーっていう風に呼ぶんですけど、このシーンもね、旦那がどっかで不倫してるっていうのをね、矢野徹がヘドラと不倫してるっていうのを前提で考えると、よその女に父親が取られそうになってるっていう、うつを抜かしてる父親をね、呼んでるわけですよ。そういう場面で見ると、なんだかすごく物悲しいというかね。うん。ね、なんか、そういう、ちょっとドロドロした大人の話に巻き込まれてる子供みたいな、そういう風な感情がこもってるように見えなくもないという。ね、いろんな解釈のできる演技をしてる場面ではありますけど、そういう風に感じることもできるかなという風に思いますね。で、この映画のね、もちろん主役であるゴジラは一体どうなのかと。まあ、この映画におけるゴジラの役割というか、立ち位置って一体何なんだろうと思ったんですけど、まあ、この映画の中でのね、ゴジラが行った行動っていうのをちょっとざっと書き出してみました。まあ、最初ね、上陸してきたヘドラと戦った後にヘドラを倒して、最後ね、有名なこの人類をこうグッと睨むような場面になって映画は終わるわけです。まあ、このゴジラ対ヘドラを、ヘドラとトールの禁断の恋愛映画として考えたときに、ゴジラっていうのは一体どんなポジションなのっていうのを考えてみたんですけども、これね、これヘドラの元彼なんじゃないのかなと。ね、昔できてたんじゃないのお前らっていうね、なぜかっていうところなんですよ。ね。最初上陸したヘドラと戦うわけですよね。まあ、さっきまでお話ししたように、このヘドラが上陸してくるっていうのは、矢野徹に会いに行くために上陸してきてるわけですよ。それと戦うっていうことは、二人が出会うのを止めたいんですよね。あの場面っていうのはだから、ヘドラがね、今好きな男に会いに行くのを元彼であるゴジラがやめとけよって、俺がいるだろっていう風に止めに来てる場面なんですよね。
ちょっとしつこいんですよね、ゴジラ。もう別れてるんですよ、多分。うん。そうやって、せっかく、俺がね、やめとけやめとけって止めたのに、結局ね、何度も何度も会いに行こうとして、結果、倒されてしまうわけですよ。その結果、人類を睨んでくる。ね。これはもう、人類を睨んでるように見えるんですけど、実は睨んでる対象って一人だけなんですよね。矢野徹をゴジラは睨んでるんですよ。お前のせいで、俺の大好きなヘドラが死んじゃっただろうと。うん。お前がいたからこうなったんだっていうことを言いたくて、ゴジラは、矢野徹ただ一人に対して怒りをぶつけてるわけです。お前のせいだと。もう、それくらい、ものすごく愛してた、大好きだったヘドラだからこそ、ゴジラがね、ヘドラを倒す瞬間ってのはもう、その愛情がひっくり返って憎しみに変わってしまって、あんな引きちぎるようなね、体の中をほじくり返してまで、ブチブチちぎってまで倒すような、もう、もう、非常に残虐性の高いね、猟奇殺人的な描写になってしまってるわけです。ね、あのシーンね、やたらこう執念深くヘドラを倒そうとゴジラがね、するじゃないですか。中のまだね、乾ききっていないところをほじくり出してまで倒そうとする。普通に見ればあのシーンっていうのは、ヘドラのね、執念深さ、しぶとさみたいなものを象徴するシーンなんですけど、ことね、恋愛映画、そしてゴジラがヘドラの元彼であると、若干しつこい、ストーカー気質の男だったっていう風な見方で見ると、ね、なんで俺を選ばなかったんだよって言いながら、ヘドラを、ね、中身をこう、ね、出して、なんか、してしまうっていう、非常にグロテスクなね、猟奇殺人シーンになってしまうわけです。はい。というわけで、ね、まあ、ゴジラというのは、この映画に関しては非常に怖いストーカー野郎だということがね、お分かりいただけるかなと思います。はい。まあね、というわけで、今回の話は以上でございます。非常にね、ゴジラ対ヘドラの新しい見方というのを、感じていただければなというところでございます。はい。というわけで、今回はゴジラ対ヘドラの見どころのお話でございました。ゴジラ映画ここを見て、ぜひとも高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。